真空管は柔らかい音がするとか、音色が豊かとか言われています。これは偶数倍の歪みが多いからとされています。前回、歪みが聞こえない条件では、真空管に音色がないことが分かりました。今回はボリュームを上げて歪みが音色を豊かにするのか調べていきます。こちらは真空管の歪みの特性です。この右肩上がりの部分は半導体アンプに見られない特性です。環球式のギターアンプはこの部分を使って独特の音色を作り出しています。歪みの中身を見ていきます。これは5極管の結果です。1% の歪みは人間の耳に聞こえません。綺麗な制限波です。ボリュームを上げていきます。これで 10% です。どうでしょう。偶数倍も奇数倍もよく出ています。10% は誰が聞いても汚い音ですが、適度な歪みは音色を豊かにするという人もいます。それが本当なら途中で音色が豊かになるタイミングがあるはずなので、もう一度確認します。どうでしょう。音色が豊かに聞こえるタイミングはあったでしょうか。今度は三極管接続を見ていきます。三極管の歪みは偶数倍がメインです。ボリュームを上げていきます。これで 10% です。もう一度見ていきます。どうでしょう。最初の例とそんなに変わらないと思います。この結果から偶数倍だろうが奇数倍だろうが、歪みは基本的に音を汚くするだけなことがわかります。これは制限波の結果ですが、音楽ソースだったら音色が豊かになるのでしょうか。真空管の歪みを聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番以降は真空管の音です。偶数倍の倍音が多く含まれる三極管接続にしています。音色が豊かになるタイミングが漏れないように少しずつ歪みを増やした音を録音しました。音楽ソースなら音色が豊かになるのか、適度な歪みは音色を豊かにするのか、それではどうぞ。クスクス笑ってるよクスクス笑ってるよFriend
いかがでしたでしょう。音色が豊かになる条件を見つけた人は何%だったか教えてください。今回のまとめは次の通りです。歪みが音色を豊かにすることはありません。偶数倍だろうが奇数倍だろうが、歪みは基本的に音を汚くするだけです。真空管の倍音が響きを豊かにするという話は根拠のない噂話に過ぎませんでした。真空管は歪みが目立たないボリュームで使うのが正解です。低能率のスピーカーと組み合わせてしまうと濁った音しか聞こえないことになるので注意が必要です。これで真空管には音の違いがないという結論が出ましたが、実際には真空管アンプ独特の音を耳で感じたり、玉を変えると音が変わる場合がほとんどです。これは錯覚ではなくて事実です。違いがないものが違って聞こえる場合は他の要因が関係しています。次回は真空管の音が違って聞こえる原因を明らかにします。